こんにちは。皆さん、推し活楽しんでますか？ウイ式のリコチです。今回は可動式フィギュアのネンドロイドのちょっとした改造、ネンドロイドドールの作り方のお話をしていきますよ。今回使用したものは概要欄にありますので、気になったら見てみてください。結構リンク盛りだくさんになっちゃいました。さて、改めまして、皆様、推しを具現化したい、概念を作りたいと思ったことありませんか？自作の縫いとか、自作のイラストのアクスタとか、頑張れば作れる世の中になりましたよね。今回は可動式フィギュア、ネンドロイドドールで推しの概念を作る話をしていこうと思います。推しの概念って推しの概念のフィギュアとか作ってみたいけど、造形難しいよな。なるべく手間をかけないでそれっぽく作れる方法があったらいいのにって方いらっしゃると思います。特にお顔を描くのに慣れている絵師さんにおすすめしたい今回の動画。画材とお絵描きの腕さえあれば、あとはパーツを用意すれば OK な方法があるんです。お衣装にこだわると多少の出費が必要ですが、お財布にちょっとだけ余裕あるならこれはおすすめしたい。予算的にはちょっとだけ大人向きの趣味かもしれないけど、私も初号機のこの子を作った時はドキドキの挑戦でしたが、やってみたい、やり方を知りたいといったお友達の声を聞いて動画にまとめることにしました。以前も1本似た動画を作ってますが、今回推しグループの6人全員が完成したので、改めて方法や情報をまとめていこうと思います。今回は用意する必須アイテム、お顔の描き方、清書、そしてあると便利なアイテムという流れで解説していきますので、ぜひ最後まで見てくださいね。このチャンネルでは推し活やオタ活、シーリングスタンプ、ドル活など、私リコチが推しているコンテンツの動画をアップしています。よかったらチャンネル登録、高評価いただけたら後で見返すこともできますよ。本編の前に、ネンドロイドとは？この子は1年半前、2023年3月21日に作った子、いわゆる初号機。初めて作ったネンドロイドドールです。はい、最推しです。ネンドロイドドールのキットがあれば、このようにスタンドにも立てられます。スタンドには磁石がついていて、台座にペタッとくっつく仕様になってます。今回はこのグッドスマイルカンパニーさんから発売されているネンドロイドドールのカスタマイズ DIY をご紹介しますね。そもそもネンドロイドとは？まずネンドロイドという商品、ご存知でない方もいらっしゃいますよね。大丈夫。ちゃんとご説明します。グッドスマイルカンパニーという会社から出ているほぼ二等身のフィギュアです。ポーズや表情を変更できる組み替えパーツが同梱されているので、TPO に合わせて組み合わせがとっても楽しめるフィギュアシリーズですね。次にネンドロイドドールとは？ネンドロイドは二等身ですが、ネンドロイドドールは顔のパーツはそのまま使えて、ボディ部分を少し背が高めの別パーツに付け替えたバージョンをネンドロイドドールと呼びます。関節が動くボディを付け替えすることで、好きなポーズ、好きな衣装に着せ替えすることができるようになります。お衣装は今なら Amazon とか楽天、ミンネ、グリーマー、ブース、いろいろな通販サイトから手に入れることができます。いい時代。もちろん公式から出ているお洋服セットと呼ばれる商品もあって、それを使えばこのボディにぴったりのサイズなのでとってもおすすめ。他にも他社製品ドールのオビス11サイズのお洋服も若干の互換性があったりします。少しだけ大きめの時もありますが、着れなくはない。衣装を手作りしている作家さん、ディーラーさんと呼ばれる方もいらっしゃるので、通販させていただいたこともあります。自由に着せ替え、ポージングできるフィギュア。それがネンドロイドドールです。では、推しネンドロイドドールを作るのに必須アイテムのご紹介から。今回はお顔の目や口をアクリル絵の具で描いていくため、カスタムヘッドという頭部のパーツを買うことが必要です。既製品のネンドロイドの表情パーツをそのまま使う場合は購入しないで大丈夫です。
私はクリームという色味で揃えています。個人的に汎用性があるのでおすすめの色はクリーム。他にも褐色系の肌のものとかいろいろなパーツの色が出ていますので、ぜひお好みのパーツの色を探してみてください。このヘッド、顔パーツが一切プリントされてないすっぴん状態のパーツですね。頭部と首パーツがセットで入ってます。髪型はネンドロイドの紙パーツがなければ、小さいサイズのウィッグを装着することも可能みたいです。対応ウィッグサイズは5インチとのこと。結構小さめですね。通販サイトで手に入れることができるみたいです。そして、こんな感じでヘッドパーツはバラバラに外すことができます。本日はお顔の正面パーツのみ使っていく予定です。既製品の表情パーツを使う場合は、顔とボディの色合わせをするのが結構難しいイメージ。そのキャラ独自の顔パーツの色だったりするからです。そんな時は顔パーツだけ持参して湯沢屋というお店へ行くのがおすすめです。実は湯沢屋さんでもネンドロイドドールのパーツが販売されている店舗があるんですよ。実物見ながら選べるのは心強い。次に必要なのがボディですね。アーキタイプ 1.1 ボーイクリームというものを購入しました。ヘッドパーツと色は合わせてください。これはネンドロイドドールを作るにあたって必須アイテムです。これでだいたい3頭身に変身できます。イメージ図にはヘッド付きの写真があるので勘違いされる方が多いんですが、ボディにはヘッドは付いてきません。ここちょっとしたトラップなので、通販で買う場合はお気をつけくださいね。ヘッドも別できちんと買わないとカスタマイズできません。このボディにすることで好きな衣装を着せ替えできるようになるんです。金属プレート付きの台座もついてくるので、ポーズを取らせるときに支えてくれるので便利。ネンドロイド構造上頭が重くて自立はしないので、台座と支えは絶対あった方がいい。3パターンくらいのお手手のパーツも同梱されてます。本日使う紙パーツネンドロイド。今回、推しにぴったりの髪型じゃないと思っていたダンジョン飯のライオスというキャラクターのネンドロイドです。2024年7月発売で、発売日初期は在庫販売もされていたので、そのタイミングで公式ショップで慌ててポチりました。まるっと購入したのでそこそこ散財。紙パーツだけあればいいんですけどね。表情パーツも若干推しに似てました。でも今回はちゃんとアイペイントで作っていきます。もし紙パーツだけで探す場合は、メルカリ、ヤフオクなどでネンドロイド、紙パーツ、キャラ名で検索するとたまに出品している方がいます。ご縁次第なので確実ではないんですが、このキャラの髪型だけ欲しいという場合はこんな方法もあるよという共有でした。私もお世話になったことがあります。ネンドロイドは基本受注販売なので、昔発売になったキャラは手に入らないことが多いんですよね。あとは秋葉原の中古ショップで見かけたこともあるかな。どの店舗だったかは失念してしまったんですが、場合によってはそういう購入方法もあり、ちなみにライオスは動画をアップした8月中旬現在は在庫販売分も売り切れの様子でした。すみません。そして今回用意したお衣装がこちら。青いスカジャンセットです。公式から出ているお洋服セットですね。公式アイテムなので、サイズはネンドロイドドールに絶対にぴったり。推しのこの子がドラマで着ていたものにイメージがそっくりだったので、これは買うしかないということでこちらもゲットしました。では、ヘッドパーツを開封していきます。お顔の描き方マニュアルも同封されてます。こんな感じ。男の子編と女の子編が裏表にプリントされてます。初めて描く人にもコツがわかりやすいのが嬉しいですね。ヘッドはプチプチに包まれているのでここから取り出します。ヘッドはこじ開ける形で力を入れるとバラバラにすることができます。後頭部には首パーツ、あとおでこと顔パーツに分かれます。今回使うのはこの顔パーツのみです。紙パーツを使うネンドロイド、ライオスも開封します。この時点で推しに似てる。そんなことある？厳重に梱包されているので、ひとまず本体を抽出。そして頑張って紙パーツを外していきます。結構力いります。左右から少しずつ外していくといい感じ。結局使うのはこの前髪パーツと後頭部パーツだけですね。他パーツも何かしらに使えたらいいな。とりあえず残りは保管します。
そしてあるととっても便利な黒いマスキングテープの紹介です。私は MT というブランドのマスキングテープを使いました。お顔の十字線の目印として使います。このマスキングテープを2ミリ幅ぐらいの細さにハサミでカットしてお顔に貼ります。顔の中心、それから耳の下から鼻を通ってもう片方の耳の下へ。で、一度紙パーツをはめてイメージを考える。次に顔の写真です。iPhone でお顔正面の撮影をします。これを iPad に転送しました。転送したらお好きなペイントソフトでお顔のイメージを描画します。私は普段使い慣れているクリップスタジオというものを使用してます。垂れ目イメージでお顔イメージ図を作成。先にこれを作っておくととっても後で役に立ちます。慣れてきたと言っても一発書きは絶対無理。次に推しの顔の下書きです。ステッドラーの水彩色鉛筆オレンジ色を使います。水彩色鉛筆だと途中で下書きを間違えた時に消しゴムで消しやすいんですよね。なのでそんなに怖がらずに書いていってください。横に iPad の画面を置きながら下書き開始です。物消しゴムのペンタイプで消したりもしてます。目が描けたら二重幅、そして眉毛。眉は前髪パーツを外して描画します。そして口を描くときはマスキングテープを外した方がいいですね。そして下書き完成。続けて清書です。アイペイント、書き目、本番です。まずはおすすめの筆がこれ。ゴッドハンド紙筆シリーズ。模型の塗装などに使う用なのかな。これは下まつげを描くときに重宝してます。めっちゃ細い。他の緑色の筆は昔世界堂で買った細めの筆になってます。使う基本の絵の具はターナーのアクリルガッシュ、ホワイト、ジェットブラック、バーントアンバー、バーントシェンナの4色。後で口に赤系の絵の具を使う予定です。横に小さな瓶に入れた水と使い回しているパレットを置いて作業開始。今回の清書は完成まで15分ぐらいでした。絵の具と水の量はティッシュで調整しながら描いてますね。筆を持つ手は小指を支えにしておくと描きやすいかも。薄めの色から描いていきます。そしてだんだん濃い色、アイラインを描いてから白目部分を先に塗ります。そして目の中も描画。他の今まで自作した推しの概念と絵柄を合わせていきたいなと思ってます。はい。ということで、アイペイント作業は終了ですね。かわよい。ボディに衣装を着せる。ボディ取り出すのが結構実は大変で、裏面3箇所がしっかりテープで留められているので、その部分をカッターで切っておくとスッと取り出せます。先に台座をセッティング。台座の上に支柱、土台のマグネットで固定。支柱をはめたら OK。衣装を取り出して頭をつける前に衣装を着せます。足と靴の裏には小さなマグネットがあるので、台座に足がピタッとくっついてくれる優秀な仕様ですね。お手手パーツをグーからパーに付け替えます。手の付け替えも簡単。最後の仕上げです。ヘッドパーツにもともと付いていた首パーツをヘッドにつけていきますね。ボディに刺さっている首パーツを先に抜いておきます。これは結構力ずくかな。ねじればそんなに大変でもないかも。そしてヘッドパーツをグッと押し込めば完成です。やったー。推し完成。台座にセッティングします。本日のまとめ。今回はネンドロイドで推しを作る方法をまとめた動画をお送りしました。自分もやってみたいと思っていただけたらとっても嬉しいです。ちなみに他の子の紙パーツの紹介ですが、この子は、タイニータンのシュガさん、ウイさん、ジョングクさん、方合ってるかしら。刀剣乱舞の歌手清光、いちご一振りとなっています。コメント欄にどの子がお気に入りか書いてもらえたら嬉しいかも。さて、ネンドロイドドールは作ったらここで終わりではありません。推しの出ていたドラマ風の衣装に着せ替えを用意したり、いつも手のパーツもたくさん出てます。そして顔パーツもウインクさせたバージョンや別の表情を付け替えように用意してもいいかも。もう楽しみ方は無限大です。連れ歩いて記念写真だって撮れちゃいますよ。
連れ歩きにはネンドロイドドール専用のお出かけポーチもおすすめです。もしこの動画が良かったよという方は、高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。このチャンネルういしきでは、私リコチが推しているコンテンツの動画をアップしています。イラスト制作だったり、シーリングスタンプだったり、ドル活だったり、何か面白い企画があったら誘ってください。では、またねー。